皆さんこんにちは。現代のもののけ姫ことまこです。ですね、今急遽動画を回しておりまして的なタイプじゃないんですけど、今日今ちょっとホテルにチェックインしてお話ししたいことがあったんで、ちょっと動画回してます。ですね、今このホテル泊まってるんですけど、実は本当はここバリアフリールームを予約してたんですね。今日11月ですけど、9月の段階でバリアフリールームを予約してました。ただ、昨日の昼ぐらいにホテルから電話かかってきて、実は8月の段階で、他の車椅子の方がバリアフリールームを予約してることに気づきまして、私は9月に予約してるから、その人が先だから私のバリアフリールームはありませんと。なので、まずありませんっていうありませんって話になったんですよね。だからそのお泊まりバリアフリールームに泊まることができませんっていうような電話が前日に来ました。今金曜の夜なんですけど、この土日、多分金土日でこの近くでイベントがあるんです。でそのイベント会場に近い、比較的近い、車で30分くらい40分くらいのところにあるんですけど、そのイベント会場の周りの一番近いホテルってこのゾーンなんですね。でこのゾーンってホテルないわけじゃないんですけど、バリアフリールームがあるホテルっていうのももともと探した時から結構少なくて限られてて、もうちょっと車で1時間離れたらとかまたあったりとかっていう中で本当に少ないんですよ。そもそもバリアフリールームって、ホテルに一室基本的にあればいい。比較的新しいホテルは基本的にはあるけど、基本的に古いホテルとかだとないところもあったりするので、全部のホテルにバリアフリールームがあるっていうわけじゃない。であったとしても基本的に一室がベースなので、だからこういった問題が起きた時に、じゃあどうなったか、結果どうなったかってなると、今ここ、ダブルルーム、普通のダブルルームのお部屋空いてるので、そこになら泊まれますよっていう話でした。で実はこの話 X の方にももうすでにこの動画配信されてる時は、見た人もいると思うんですけど、 X にも書いてなかった話が実はありまして、このお部屋を泊まる1週間前、要は今日の1週間前くらいにも実は電話があったんですよ、このホテルから。何かというと、実はバリアフリールームの水回りがちょっと故障しまして、渋谷様が泊まるまでの1週間後まで治るかどうかが100% 治るかどうか分かりませんって言われた電話があったんですよ。でその時点でこの今いるダブルルームのお部屋を提案されたんですね。その1週間後に治るかどうかわからないから、もし治らなかった場合は代わりにこっちのお部屋を確保しておくので、こっち使いませんかっていう話をもともとされてたんです。じゃあこの部屋こんな感じで結構広めなんですよ。ベッドとかのこの周りは広いんですけど、一番はやっぱりトイレ面とかじゃないですか。トイレに関してはホテル自体に車椅子のトイレがありますと。この部屋の近くに、同じ階に車椅子のトイレがあるので、そこを使っていただくことはまずできます。じゃあお風呂、ユニットバスになるんですけど、今私の後ろの方にこの扉が見えますが、普通のユニットバスになりますっていうふうに言われたんですね。でそれが1週間前の話で、でももう1週間前に言われてもそもそももうなかったから、治るということを信じてまずそのままにしておいてくださいっていうふうに言ったんですよ。2泊するんだけど泊まれないことの方が困るので、まずはお部屋の確保だけお願いしますっていうふうに言っておきました。で、話が戻って昨日の日中にそういった電話が来て、
すごいなんて言うんだろう、多分申し訳なさそうにしてるのかもしれないけど、でも仕方ないじゃん感もすごいその電話から伝わってきて、なんて言うんだろうね。まあでもとりあえずじゃあ、メールアドレスの方にお部屋のそのユニットバスの写真を送っていただけませんかって言ったんですよ。で送っていただいたのが、一番初めこの写真ですね。で、大体3センチくらいの段差がありますよと。で扉が55センチ幅なのでってなって、車椅子は通れるかみたいな。段差3センチはいけなくはないけど、解消できるなら解消したいなみたいな、なんかそんな感じで段差解消ボードみたいなのがあるので、もしホームセンターとかに行って取り付けられそうだったら取り付けていただきたいですっていうことで、メールでやり取りして、今日いろいろと準備していただけたんです。だからいただけたから、結局もうこのところに泊まることになりました。で実際お風呂なんですけど、この入るところに段差はなくて、入った後にその段差があったので、今こんな感じで段差ボード置いてもらいました。置いてもらったんだけど、これ行こうと思うと少しこうなんていうの、動くの。よいしょ、ブレーキかかった。こうやってちょっとね、この下がどうしてもツルツルなんで、こうやって動いちゃうんですよ。意味なーって思ったけど意味ないみたいな。ちょっとうまく使わないとどうしても動いちゃう。でなおかつ結局ここがスペースがギリギリなんで、ここの幅が狭いからお風呂まで行けないという結末になったんですよ。風呂まで近づけないじゃんみたいな。だからどうやってお風呂入るかなって今考え中ですが、こっから便座に乗り移って、はまっちゃった。便座からうまくあっちに自分の身だけを持っていくしかないかなって感じです。ちょっと体が硬いこともあって、トイレからバスタブに行くのはしんどかったんで、オットマンがあって、オットマンがたまたま隙間に入るサイズだったので、頑張って一人で運んで、オットマンを隙間に置いて、こう橋渡しのような感じで結局お風呂入りました。こんな感じで、ちょっと日本でこんなことが起こり得るんだって思ってちょっとびっくりしました。で今回なんで起こったのかわからないけど、普段バリアフリールームって、基本的に電話予約しかないところが多いんですよ。やっぱり一室しかないからネットに置いておくとか、ネットから予約するっていうシステムをそもそも置いてないところが多かったんですけど、今回のところはネットから予約ができたんですよね。だからもしかしたら8月の段階で予約してた人は電話で予約をして、でその後に満室にする設定をホテル側が忘れて、ずっとネットに空室状況であったのかなって思いますけど、でも9月で予約入れた段階で気づかないのかなってちょっと正直思いました。そんな先のことを見てないのかもしれないね。別に確認しないのかもしれないけど、ちょっとどうなのって思いましたね。実際韓国で今年の3月もうダブルブッキングがありまして、その時もおいおいってなったんですけど、なんかこんな1年間で2回もダブルブッキングがあるとは思わず、結構しんどいなって思いますが、どこの国でもそうですけど、バリアフリールームが一室だけじゃなくて、もうちょっとなんか別に他の人も使えるんだから、バリアフリールームってどうしても広い部屋に限定されちゃうけど、こういったダブルルームとかツインルームとか、シングルとか普通に作っておいてくれたら、普段は別に普通の人が使えばいいし、そういう時の人の選択肢が増えるようになってくれたらいいなって思います。1泊とかだったら我慢できるけど、2泊ってなるとね嫌だし、ただこんなこと言いながらもやっぱり海外とか行けばもっともっと
大変なホテルとかもあったりする場合もあるんですよ。だからこういうところで頑張ってうまく自分の体を使ってお風呂入れるようになれば、いろんなところで入れるようになるのかなって思いました。パラスポーツ選手とかは、筋肉あるからっていうのもあるけど、普通のビジネスホテルとかで過ごしてる方とかもいらっしゃったりするので、バリアフリールームじゃなきゃ泊まれないっていう人も状態的にはいるけど、そうじゃない私みたいな人とかはもっともっと自分を鍛えてね、どこの部屋でも泊まれるようになれるのもまた自分の生きていく力なのかなと思いました。緊急動画でね、こういう風にちょっと頼むよって、ちょっと愚痴言わせてくれよみたいな感じで動画撮りました。いろんなところに年間たくさん泊まってるがゆえにハプニングも起こりやすいのかなと思いますけど、平和な旅になってほしいし、やっぱりいろんな人のために改めてね、バリアフリールームもっともっと広がってくれたらいいな、ないホテルがまずないっていうようになってくれたらいいなって思います。はい、以上でした。この動画が良かったなみたいな話ではないんですけどぜひよかったらいいねボタンと、あとはチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。